なりたいチャンネルです。魔王学院の不適合者、第2章、魔剣大会編、第33話、プロローグ、魔王の片腕、第34話、統一派、朗読を始めます。魔王学院の不適合者、第33話、プロローグ、魔王の片腕。2000年前、大精霊の森やハルとヘルン。土砂降りの雨が降り注ぐ中、8つの首を持つ水の竜が荒れ狂っていた。精霊というのは仮初めの姿と身体を持つ。身体、すなわち真の姿を表すことで、より強大な魔力を得られる反面、その心が仮初めの姿の時とはかけ離れてしまうことも珍しくない。精霊は奇妙な生き物だ。その存在は、あまた無数のものの心から生み出されると言われている。伝承や伝説、噂、願望、恐怖、希望、それらが具象、具現化したものが精霊なのだ。人々の炎への恐怖が極まり縁の精霊を生み出すことがあれば、水への信仰が高まり、水の精霊を生み出すこともある。八つ首の水竜はハルトヘルンに注がれた神の涙。この世に水を生み出した始まりの一滴という人々の言い伝えから生まれた、水の大精霊リニオンの身体である。大精霊の守り神でもあるリニオンは、森を焼こうとしている侵入者に対して怒り狂っているのだ。そして、リニオンを恐れず、ハルトヘルンへ侵攻している者の名こそ、暴虐の魔王アノス、ボルディゴードである。一撃で我が配下の半数を持っていったか、なかなかどうして、伝承に違わぬ力のようだ。アノスが臨戦態勢に入ろうと、一歩足を踏み出す。だが、それを制するように一人の魔族が前に出た。鎧をまとい、腰に剣を下げている。白髪で色素のない瞳を持ち、この戦場にあってもどこか涼しげな表情をしていた。彼は魔王の前でひざまずき、頭をしだれた。我が君、恐れ多くも進言の許可を賜りますよう。許す。このような雑魚に、御身を煩わせることはございません。ご命令とあらば、私が刹那の間に切り捨てましょう。その言葉を聞き、アノスは笑った。なら、かけるか、お前があれに手こずり、刹那以上の時をかければその堅苦しい喋り方をやめろ。もしも、お前が言葉通り刹那の間に倒したなら、どんな褒美でもくれてやるぞ。すると、その魔族は言った。お戯れを、賭けにならぬことはご承知のはず。金、と剣を鞘に収める音が響いた。次の瞬間、荒れ狂う八つ首の水竜は無数に切り刻まれたかのごとく無惨し、土砂降りの雨一粒一粒が弾け飛んで消えた。遅れて、大精霊の森に晴れ間が差す。いかがでございましょうか。相変わらずの剣の冴えだ、シン。彼は未だひざまずき、頭をしだれたままだ。その状態で、水の大精霊リニオンを消滅させ、土砂降りの雨さえも切り払ったのだ。魔王の右腕、シン、レグリア。千の魔剣の所有者にして、魔族最強の剣士。腰に下げているのは鉄の剣であり、彼はリニオンを倒すのに一本の魔剣すら抜いてはいない。お前と戦えば、俺も危ういかもしれぬな。いいえ、我が千剣をもってしても我が君の足元にも及びません。忠義の過ぎる真の言葉に、アノスは掌声を漏らす。なら、剣だけの勝負ではどうだ。恐れ多くも、かすり傷を負わせることができるかもしれません。何を言う。お前は俺が認めた右腕だ。この腕の一本ぐらい持って行ってもらわねば困るぞ。シンは頭を下げたまま、静かに言った。ご命令とあらば。それを聞き、ククク、とアノスが腹の底から声を漏らす。それでも、この忠義が過ぎる配下が自らの腕を切り落とすことはないと魔王は知っていた。たとえ戯れでも、主君を相手に剣を向けるぐらいならば、自ら死を選ぶ。シン、レグリアはそういう男だ。なあ、シン、いつか平和な時代が来たら、お前と心置きなく剣で遊んでみたいものだ。ギョイ。その時代も遠いものではない、とアノスは思っていた。ああ、そういえば、賭けは俺の負けだな。褒美は何が欲しい。願わくば、転生する許しを賜りますよ。壁を作った後にか。この千剣は、我が君に捧げたもの。転生のためとはいえ、我が君なきやと、おめおめと生きながらえるような真似はできません。つくづく困った性分の男だ、
とアノスは思う。お前は根源魔法が苦手ではなかったか？根源に影響を与える魔法を根源魔法と言い、シリカの魔法はその最上級に位置する。アノスならばその力や記憶をそのまま転生体に引き継ぐことができるが、根源魔法を苦手とする者は完全な状態では転生できない。力や記憶に欠損が出るだろう。新しい時代で、また一から新しい剣を始めるのも悪くはありません。神は剣の道をひたすら歩んできた求道者だ。魔族最強の剣士と言われてはいるものの、同じく剣を扱う勇者カノンに一度敗れている。今の器に限界を覚えているのかもしれない。転生が不完全になるということは、裏を返せばさらに強い力を得られる可能性があるということだ。あるいはそれにかけたくなったのだろう。いいだろう。好きにするがいい。ありがたき幸せ。たとえ転生し、記憶を失ったとしても、この根源は我が君を忘れはしません。そう固くなるな。お前の好きにしろ。アノスはそう口にした後、リークス、レア、ハルとヘルン全域へ語りかけた。いつまで死んだふりをしている、我が輩かよ。森を焼き、大精霊レノをあぶり出せ。アノスの呼びかけに応じ、一度はリニオンに殺された配下たちが一斉に動き出す、インガル、で蘇っていたのだ。森の底かしこから、黒い炎が上がり、瞬く間にはハルとヘルンに燃え広がっていった。さて、アノスは眼前を見据える。黒い炎に包まれた森の中、一直線にこちらへ向かってくる人影があった。来たか、勇者カノン。距離にして約10キロ。聖剣を携えた勇者カノンがこの場へ走ってきている。昨日、根源を消滅させてやったとは思えませんね。神が言う。根源を消滅させれば、どんなものも死ぬ、インガル、も効かない。例外がいるとすれば、それが勇者カノンだ。奴は何度でも蘇る。そのからくりはカノンが通常は一人一つの根源を、7つも持つからである。そして、一つでも根源が残っていれば、残り6つの根源を蘇生することができる。ほぼすべての魔法を使いこなす魔王アノスが、唯一勇者にかなわぬ魔法があるとすれば、それが根源魔法である。神がカノンに遅れを取ったのも、それが理由だ。奴は何度負けても何度でも蘇る。そして、ただ一度、こちらの根源を消滅させれば、それで勝ちなのだ。なんとも不公平な勝負だが、そのぐらいでなくては魔王の敵になることなどできないだろう。たとえ無限に勝負を繰り返したとしても、一度たりとて負ける気はしないとアノスは思っている。神、カノンの相手は俺がする。お前は大精霊レノを探せ。御意。返事をするなり、神は姿を消した。さて、勇者カノン。今日は何度殺せば死ぬんだ？アノスは魔法陣を60門展開し、迫ってくる勇者めがけて、ジオグレイズを一斉に放った。第34話、統一派。休みが明け、俺はこれまで通り、デルゾゲード魔王学院へやってきた。今日はダンジョン試験後、初の授業となるため、試験結果の発表が行われる予定である。第2教練場へ入ると、俺の席の両隣にミーシャとサーシャが座っていた。よう。声をかけ、俺は自席に座る。おはよう。ミーシャが控えめな声で言う。おはよう。ねえ、結局5回は解けたの？サーシャが俺の机に身を乗り出すようにして聞いてきた。何の話だ？聞き返すと、サーシャが呆れたような表情を浮かべる。何の話じゃないわよ。あなたのご両親のこと。私とミーシャが、あなたと結婚することになってたじゃない。全く意味がわからないわ。どうするの？ふむ、嫌なのか？再び聞き返すと、サーシャは顔をあからめ、そっぽを向いた。そんなこと聞いてないじゃない、バカ。弱々しいつぶやきが漏れた。文句があるなら直接言ったらどうだ？すると、サーシャは振り向き、破滅の魔眼を瞳に浮かべてきっと睨んできた。ともかく、あなたがミーシャの左手の薬指に指輪なんてはめるからややこしいことになるんだわ。ミーシャに視線をやる。彼女の左手の薬指には、ハスハ氷の指輪があった。他の指はサイズが合わないよな。ミーシャは目をパチパチとしばたかせた後こくりとうなずく。意味がある。左手の薬指にか？ミーシャはうなずき、言った。婚約。ああ、なるほど。
それで母さんがあんなにも興奮していたわけか。とはいえ、母さんはいつも結構興奮しているからな。今一つ理由がわからなかったが、あの指輪があったから、いきなり幸せがどうのこうのと言い出したのか。呆れたわ。あなた、そんなことも知らなかったの。あいにくと転生して間もないからな。2000年前はなかった？ミーシャが聞く。ああ、2000年前の婚約は、ゼクトで行う。そうすれば、裏切られる心配もないからな。何それ、2000年前って情緒のかけらもないのね。サーシャの言葉に、俺は笑いながら、うなずいた。神話の時代は誰もかもが戦火の中にいた。好いた惚れたで行動をしていては、いの一番に死ぬことになっただろうな。じゃ、アノスは、サーシャが俺の顔を上目遣いで覗いてくる。好きな女の子とか、いなかったの？俺が真顔で見返すと、サーシャは顔を隠すようにうつむいた。なんとか言いなさいよ。いや、そんな質問をされるとは思わなくてな。なかなか新鮮だ。好きな女の子か。この俺にな。聞かれたことないの？ああ。暴虐の魔王が誰かに恋をするなどとは思わなかったんだろう。まあ、実際、その通りだったがな。あの時代にそんな余裕はなかった。次は誰を殺し、何を滅ぼすか。このディルヘイドを、目の前にあるものを守ることで精一杯だった。その俺が今こうして好きな女の子がどうのこうのと話しているのだから、わからぬものだ。アボス、ディルエビアが動きを見せるまでいとまもあることだしな。せっかくの平和だ。恋をしてみるのも悪くはないかもしれないな。サーシャの目を見てそう言うと、彼女はカーッと頬を朱に染めた。なんで私に言うのよ。何か問題か？別に問題はないけど。弱々しくサーシャがつぶやく。なあ、サーシャ。何よ？顔が赤いぞ。サーシャは自らの腕に顔を隠す。赤くないわよ。バカ。彼女は腕越しから睨んでくるも、俺が動じないと分かったからか、逃げるようにまたそっぽを向いた。アノス。ミーシャの声に、俺は振り向く。外す？ミーシャは左手につけた、ハスハ氷の指輪を見せる。なぜだ？ミーシャはじっと俺の目を覗き込んでくる。アノスは恋がしたい。まあ、気まぐれに言ってみただけだがな。誤解される。なるほど。俺がくれてやった指輪を左手の薬指につけていると、他の者が俺とミーシャが婚約していると誤解するということか。俺が恋をするのに困るかもしれないから、申し出たのだろう。外したいのか？尋ねると、一瞬ミーシャは目を丸くする。無表情でじっと考えた後彼女はほんのわずかに首を横に振った。なら、飽きるまでつけていればいい。贈り物の使い方にとやかく言うほど、俺は強量じゃない。誤解されない？と俺はミーシャの言葉を笑い飛ばす。ミーシャ、誤解など俺は恐れぬ。どれだけ誤解されたところで、それは真実ではないのだからな。間違える奴は勝手に間違えていればいい。格好よく言ってるところ悪いんだけど、ちょっとは恐れなさいよね。特にあなたのご両親の前では。サーシャが横からいらぬ口出しをしてくる。ねえ、そういえば、ずっと聞こうと思ってたんだけど。ちょうどその時、鐘の音が鳴り、教室にエミリアが入ってきた。なんだ？いいわ、また後で。そう言って、サーシャは前を向いた。おはようございます。早速ですが、本日はこの間のダンジョン試験の結果発表をします。エミリアが順々に班ごとの点数を発表していく。俺たち以外に地下の宝物庫までたどり着けた班はおらず、大体が50点。最高点は今のところ70点だ。では、最後のアノス班の得点です。アノス班は最下層にあると言われる王爵を手に入れてきました。エミリアがそう口にすると、教室中がざわついた。ですが、非常に残念なことながら、鑑定を行う前に王爵は何者かに盗まれてしまいました。今度は教室にどよめきが漏れた。ただいま、デルゾゲードの総力を挙げて犯人を探しています。それまで、アノス班の点数は暫定として現状での最高点の70点とします。ダンと隣で机を叩く音がした。納得できないわ。サーシャが立ち上がり、
声を発する。王爵が盗まれたのは学院の落ち度でしょ。暫定で点数をつけるなら、満点にするのが当たり前じゃないかしら。サーシャさんのお気持ちもわかりますが、様々な可能性が考えられますので、今回はこのように処理させていただきました。様々な可能性って何？それは説明できません。学院の決定です。じっとサーシャがエミリアを睨む。その瞳には今にも、破滅の魔眼が浮かびそうだ。その時、教室内からボソッと揶揄するようなつぶやきが聞こえた。満点を取るために自分で盗んだってことも考えられるからな。偽物の王爵だっていうのがバレる前によ。それをきっかけにして、次々と声が漏れる。あ、そっか。そういう見方もあるか。そう、だよね。いくら魔法がすごいからって不適合者だし。白服だもんね。正直、皇族以外に王爵を見つけられるはずがないし、自作自演って考えた方が妥当なのかも。でも、サーシャ様がいるんだし。サーシャ様も不適合者の班に入るなんて、どうかしちゃったのよ。そんなざわめきを聞き、サーシャが睨み殺すような勢いで教室中に、破滅の魔眼を向けた。ねえ、あなたたち、一つ言っておくわ。あっという間にあたりは緊張に包まれる。アノスは何の不正もしていない。皇族じゃないから、不適合者だからと、いつまで思考停止をするのかしら？常に結果を出し続けている彼の力に疑問があるなら、まず私の目をまっすぐ見てから言いなさい。生徒の誰もがサーシャから目をそらし、室内はシーンと静まり返った。母は母？思わず、声を上げて笑ってしまった。ちょっと、アノス、なんであなたがここで笑うのよ？いや、随分な変わりようだと思ってな。さすがは俺の配下だ。よくぞ言った。不服そうにサーシャは唇を尖らせる。なんだか、茶化されてる気がするわ。まあ、その物騒な目をしまえ。たかだか試験の点数ぐらいで、何がどうなるわけでもないだろう。すると、サーシャが小さくつぶやく。あなたが満点が欲しいって言ったんじゃない。なんだ、それで怒ったのか。かわいいやつだな。サーシャが毒気を抜かれたように椅子に座ろうとすると、後ろの席からすっと手が上がった。私も、今回の学院の決定は間違ってると思います。立ち上がったのは白服の女性とだ。癖のある髪は栗毛で、肩ぐらいまでの長さがある。クリクリとした大きな瞳を持ち、愛嬌のある顔立ちをしていた。名は何だったか？ミサ・イリオローグ。ミーシャが小声で教えてくれる。エミリア先生は様々な可能性が考えられるとおっしゃいましたけど、じゃ、もし王爵を持ってきたのが黒服の生徒だった場合は同じ対応になりましたか？ミサは堂々とエミリアに発言する。根血だからと差別をしていらっしゃるのではありませんか？鋭く声を発したミサに続き、そうだ、という声が白服の生徒たちから上がった。いつも俺たちをバカにしやがって。皇族がそんなに偉いのかよ。先生どころか、七魔コウロウだって、誰も不適合者のアノスにかなわないじゃねえかよ。案外、自分たちの立場を守るために本当の魔王を認めたくないだけなんじゃねえの？まるでこれまでの鬱憤を晴らすかのように白服の生徒たちが次々と声を上げる。しかし、それにも一切動じず、冷たい口調でエミリアは言った。ミサさん、皇族は始祖の血を完全に受け継ぐものです。始祖の器になる可能性のある魔族を優遇するのは当然でしょう。お分かりかと思いますが、皇族とあなたたち根血を平等に扱えというのは、皇族批判に当たりますよ。それが間違ってるって言ってるんです。どうして同じ魔族なのに、始祖の血が薄い恋で冷遇されなきゃいけないんですか？とエミリアはため息をつく。学院で統一派の活動は認められていませんよ。席に着きなさい。でなければ、相応の処分を下しますよ。皇族が正しいって、皇族が悪いことをしないって、どうして言えるんですか？今回のことだって、白服に満点を与えないために、皇族が企んだのかもしれませんよ。絶対にありえません。今日はもう帰って結構ですよ。後々処分を言い渡します。絶対にありえないってどうして言えるんですか？以上です。では、授業を始めます。エミリア先生、逃げるんですか？ミサには全く取り合わず、
エミリアは黒板に魔法文字を書いていく。それでは今日の授業を始めます。俺はすっと手を挙げた。何ですか、アノス君。王爵の件でしたら、今説明した通りです。学院が犯人を見つけるまで、成績は暫定とします。これは決定事項ですよ。つまり、犯人を見つければいいのだろう？エミリアは面食らったような表情を浮かべる。それは、そうですが。こんなこともあろうかと、ちょうど王爵には、メイズの魔法をかけてある。メイズの魔法は魔力の痕跡を残すことで、対象物がどこにあるか魔眼で追跡できるようにするためのものだ。俺の魔力と魔眼なら、地の果てにあろうとも見つけ出すことができる。なるほど。そこか。俺は立ち上がり、まっすぐその場所に歩いていく。ある生徒の前で俺は立ち止まった。なんだよ、アノス？黒服の生徒が言う。確か、満点を取るために自分で盗んだってことも考えられるからな。偽物の王爵だっていうのがバレる前によ、と口にしたのはこいつだったな。言っておくが、俺は盗んでなんかないぞ。盗んだって言うなら、証拠を見せ、が。俺の右腕は問答無用で黒服の生徒の腹部を貫いていた。悪くない隠し場所だが、体にしまうのならもっと半魔法を厳重にしろ。丸見えだぞ。黒服の生徒の体内から、王爵を引き抜いた。ガクン、とその場に崩れ落ちた男の頭を靴で踏みつける。俺のものに手を出してただで済むと思ったか、盗っと。血で汚れた王爵を魔法で洗浄し、俺はエミリアの元へ歩いていく。皇族がこんなことを企むなどありえない。だったか。絶対にありえないことが起きてしまったようだが、さて、どうするつもりだ、エミリア。エミリアは何も言えず、ただ口をパクパクとさせるばかりである。そんな彼女に俺は王爵を握らせる。わざと盗ませるなら、もっとうまくやれ。ビクッとエミリアが体を震わせる。やれやれ、図星か。鎌をかけただけだというのに。冗談だ。授業を始めてくれ。魔法で倒れた男の腹を治療してやり、自席へ戻る。その背中にいつもとは違う、黄色い声が響いた。どうしよう、アノス様、素敵すぎるよ。ほんと、もう超かっこいい。強いし、頭良いし、その上私たちと同じ白服なんだもの。それにあんな奴を治療してやるなんて、すっごく優しいよね。でも、あいつ、ちょっと羨ましいかも。何が？だって、アノス様の御手をお腹に入れてもらえたんだもの。私も、入れてもらいたい。絶対、痛いわよ。痛みなんて何よ。アノス様の手だもの。変な子ね。私だったら、そんなことより、足で踏まれてみたいな。ちょっと頭のおかしな意見も混ざってはいるが、どうにも少し、風向きが変わったようだな。次回は、魔王学院の不適合者、第35話、ユニオン、第36話、半分の魔剣、高評価、チャンネル登録、お願いします。